どうも、クッキーでーす。好きな飛び六方はフルズ風。どうも、トエです。なんでウルティとかちゃうん？いや、普通やん、ウルティやったら。なんでウルティも可愛いけどね。じゃあ、フーズフードどこが好きなんや？これ言ったらあかんわ。最ピー入れといてください。一瞬ジャンプのネタバレがありましたので、すいません。ここから先ジャンプのネタバレとりあえずなしなんで、安心してきてください。まずそもそもですね、サムネタイトルにもある通り、今日はね、ワンピースから結構真空ちょっと謎に迫りたいんですよ。何？そもそも悪魔の実っていつからあったのか。そんな難しい問題するの？そう実はですね、小田先生の書き方って本当天才的だと思ってて、一個謎が分かったら何個かそれに隠れて謎が新しいやつが出てくるんですよ。ある海賊について話がとかね。そういうことを考えて読んでいくと、悪魔の実って実はこうじゃないのっていうちょっと予想が立てられたので、そこから発表しますんけどね。作中で分かってる最古の悪魔の実能力者、これ誰か知ってますか？作中っすか？誰やろ？四季とか？違うんですよ。トキ様なんですよ。なるほどね。天月トキ様の時ね。はい確かに。こう言ってるんですよ。私の年26よ。生まれたのは800年くらい前。っていうことは800年くらい前から時々の実の能力で来てるということは、800年前に悪魔の実は存在するということなんだよ。確かに。こんな当たり前のことをあんまり気づいてないんですよね。確かに。世間って。僕も含めてね。確かに。すごくないですか？このシーンが今より30年くらい前の話なんで、トキ様が生まれたこと自体、だいたい空白の100年の真っ只中と言えるんですよ。確かに。すごいんですよ、この辺が。悪魔の実ってやっぱ空白の100年より後かなとか、実は最近できたのかなとか、いろんなことを想像できたんだけど、分からんよね。分からへんけど、800年前からあったということはここで確定したんで、実は。確かに。少なくとも時々の実はあったってことですよね。で、続いてシャンクスって時々の実なのって結構言われるでしょ。言われる。じゃあトキ様が死んだ以上、その能力はどこかに行く可能性がある。そうですね。誰かが食べてる可能性があるって考えたら、一番ふさわしいのはシャンクスなんですよね。一番いろいろ分かってて有効利用してくれる。変な人に当たったら悪用されそうやんか。まあね。そう思ったらやっぱ一番シャンクスなのかなって言われてるのが今の考察会の定説みたいな。なるほど。または剣のグリフォンが食べてるとかな。言われてるんだけど、その考察の元となったのが、先日新世界でカイドウと小競り合いをしていたシャンクスが頂上戦争に来たという剣。これちょっと詳しく説明してもらっていいですか？これはシャンクスが頂上戦争に来るの早すぎひんっていうことなんですよ。結論を言うとマリージョアって新世界より以前にあるから、本来やったらコーティングするか、マリージョア通ってくるかしないといかれへんのに、なんで海賊であるシャンクスがここで来れたんだっていうことが言われてるんで、シャンクスは移動系の能力なんじゃないかとか言われてたよね。ただね、時々の実では不可能なんですよ。いや、そうよね。ワノ国の過去編でトキ様が金衛門たちを未来に飛ばした時覚えてますか？96巻。ほら、覚えてます。桃之助を頼みましたっていうセリフから未来に飛ぶんだけども、そこでちょっと光るんだよね、一瞬。ほんまや。光ってそこに現れるんだけど、確かに。ということは同じ場所にしか飛ばせないと言えるんだよ。なるほど。普通はワノ国に落とすよりも、安全な国に落としてあげた方がいいよ。だって出国するのですら難しいんだもん。そりゃそうよね。でも時々の実の能力の能力的にはその場の未来にしか飛ばせないっていうことがなんとなくこれ分かる。その場で光が走りおでん城跡のその場所に落ちたんだよ。要はカイドウと小競り合いをしていた時々の実を使ったとしたならば、マリンフォードに行き着く理由にはならないよね。そうですね。ちなみになんだけど、僕ドラえもん好きやんか。タイムマシーンの能力ってちゃんと把握してる？全然分かってない。なんで使いの引き出しあるかお話。時空移動なんですよ、あれって。時空？つまり時間の移動と空間の移動が同時にできるんですよね、あれ。そういうこと？だからタイムマシーンって時間移動の道具やとみんなも思ってるかもしれんけど、あれは例えば日本の裏側のブラジルに行きたいって言ってもタイムマシーン乗ったって行けるんだよ。どこでものは実は不要なの。便利なの実はタイムマシーンって。リアルガとパルキア同時に使えますみたいな感じですね。だからそういうことよね。時を操るとかね。なるほど。だからドラえもん的感覚でいると、いやどこでも飛ばせんじゃねえのとか思うし、なんだったらカイドウムカつくんやったらどっか適当な未来の海に捨てとけって思うわけよ。それできないんです。なるほどね。ってことは言えるんですよね。なるほど。続いてね、海軍世界政府は悪魔の実を回収してるのっていう疑問。実は描かれてます、これ。どういうこと？CP9 編スパンダムは泡の実と牛の実モデルジラフをカリファと核に渡した時こんなこと言ってますよ。いろんなコネがあんのさ俺には。
今後のために食っておけ。なるほど。CP0 はオロチとも取引をしてたわけよな。確かに確かに、はい、サイファーポールや世界政府は思ったより闇に通じてると言えるでしょうと。なるほどね。だから本気を出したら悪魔の実手に入ります。なるほどね。だから海賊風情でもオペオペの目に取引してたりとか確かにモテるんだから、ほな海軍かって全部集めたらええやんと思うよ。なるほど。大体強い海賊って悪魔の実の能力者ばっかりやろ。あ、だから集めてる海軍側は微妙な実が多いんですかね。ベリーグッド大佐みたいな。いや、なんでやり玉にあげられる結構強いロギア系とか抑えてますよ、大将。まあでもスモヤンみたいなロギアもいるからね。いや、でもそう思ったら、うんカイドウが自分のところでスマイルをたくさん製造して最強のゾーン系の集団を作ろうとする意味もわかるじゃん。確かにな。あれがカイドウが思うぐらいだったからおうドクターペガパンクをはじめ世界政府は同じことをしようと思ってると思うよ。ほんまやん。それがパンクハザードだよね、俺は。なるほど。伝達条件まで分かってるんだったら能力者を悪魔の実じゃなくても作れるような組織を作ったら海軍最強になると思うよな。確かに。そうだから海軍があえて積極的に集めてない理由は自分たちも作れる技術をほぼ開発できてるからじゃないと思ってるんだよ。なるほどね。そうなんですよね。続いての悪魔の実の謎いきますよ。はい。時々の実が現代に2個複数ある可能性について。時様が死んでいたとして今現時点で、今はその能力はどこにありどういう物語に影響していくのかってことなんですよね。難しい話言ってますはいね。。時様は未来へ旅をしてっていう風に発言してるんですよ。ということはほ時々の実がこの世に存在してない時期もあるってことよ。わかる？800年前からそう30年前まではこの世に時々の実が存在してない。そういうことね。そう確かに確かそうに。能力者が死なない限りその能力が他に移らない時でしょ。様が生きてるから存在しない時代もあるよっていうことね。そう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 ああ、なるほどなるほどなるほど。そうだから、はい今本当謎なの。確かに。ある意味幻獣種より希少だよね。だからいやこの世にねゼロ個やもん。時々とジョイボーイの関係も面白いんでお、さらにジョイボーイ。はい。他人も飛ばすことができるっていうのは分かっているね。キエモンたちああそうね飛ばしたからね、おう20年後に。それってなんで他人までうん未来に飛ばせるって自分は気づいてるの、能力的に。確かに。そう、それは過去に時が未来へ飛ばした人間が他にもいるからでしょ。そういうことっすね。だから気づけてるよ、その能力に。誰飛ばしたん？自分だけならまだしもほう他人を未来に飛ばすことができる。ほう。今この20年後の予言の年にほう。過去から来てる人間がいるかもしれないですよ。それ最強の伏兵やん。それがシャンクスかもしれないし、誰かわかんない。これめっちゃ面白くない？そう考えると。無限の伏兵の可能性があるってことそう、ですよね。まあ妄想だけどもしかしたらジョイボーイかもしれんやんか。マジかよ。 800年前後の世界政府にやられそう絶滅しそう、おうそこで現代にジョイボーイを送ったと全てのバトンを託してみたいな展開があった。ちょっとついつまが合ってくるやん。確かにジョイボーイって死んだとは言われてないですからね。そう、それでちゃんと自分の役目を果たせれなかったから謝罪文を送ってたりとか。やば。もしかしたらだよ、そう考えたら面白くない？エモ。そう、僕たちはいつの間にか時々並みの能力を使ってきたのが時様と赤鞘国男だけって勘違いしてるんだよ。他にもいる可能性あるのよ、それは全然ありえますね。過去を知ってる人物が。だからおでんが言ってたみたいにジョイボーイが現れることが明言されてるっていう風に言えますと。今まではこの鎖国に意味があった。だがいつかジョイボーイが現れる日までに開国せねばということは、だから俺らは永遠にこれジョイボーイルフィのことやと思い続けとったけルフィどとか桃之助って思わせといて、実はほんまに過去からジョイボーイがポンって現れるかもしれんやん。 I'll be back 帰ってくると言っただろ。いや、正当な続編こけてるんで弱そうに聞こえちゃうから、ターミネーターの話すると。はい、これちょっとほんまみんなすごくない？すごいじゃん。これすごいでしょ。おお、やっと言えてよかった。これめっちゃ面白いの。めっちゃおもろいよ。じゃあ最後ね、ゴムゴムの実にしようかな。お前任者を考察する。出た、ゴムゴムの実前任者問題。今和の国では古代種がたくさん出てきてるよね。先日の古代島と見てくれましたか、動画。見ましたちょっとジャンプの内容に触れるんでね、それはぼやかして言うんですけども、はいなんで百獣海賊団だけあんな古代種ばっかり悪魔の実集められたんって思いませんか？確かに。そこで仮説、悪魔の実は伝承が可能なのではと思い始めてきました最近。でもこれ可能っすよね。アラバスタでもペルとかチャカはアラバスタで先祖代々受け継がれてるでみたいなこと言われとったじゃないですか。そういけるんちゃうかなとそう、思うんですけど。そもそもアラバスタほのう守護神といえばほジャッカルとファルコンなんですそうよね。そうそうそう。じゃあ都合よくコブラの側近がジそうやねャッカルとファルコンの能力を宿してるっていうのはそうできすぎてんねん。そうほんまに。じゃあ代々アラバスタでは、うんジャッカルとファルコンの能力を本当に守護神と崇
極めていて、前任者から受け継がれる仕組みが残っていると。そうよね。実際に白ひげが死んだ瞬間に黒ひげに能力を宿ったわけだから、受け継ぐ方法は絶対に存在する。何かしらあるはずよね。でそれが僕たちは黒ひげの体の構造自体が異形だ良いのあのセリフにずっと騙されていて踊らされていて、黒ひげだから特別って思い込んでるかもしれないけど、実は方法はあるんだ。アラバスタぐらい歴史が長いところだったらその伝承の方法を一部の人間は知ってる可能性があるわけじゃん。ベガちゃんは知ってるしね。そうってなった時にアラバスタの宮殿って4000年の歴史があるわけよ。毎回護衛の能力が変わるたびに立ってたジャッカーとか石像も変えてくってのはほんま手間やんか。多分僕の言ってることは正解してる。正解。そう、犬のみモデルジャッカーと鳥のみモデルファルコンは受け継がれていると言っても断定してもいいと思う。間違いない。実際に進撃の巨人見てる？見てない。はい、9つの巨人って出てくるんですよ。9つの巨人の中に進撃の巨人っていうのもあるわけ、エレンの。しかもそれってそれぞれ前任者がいて受け継がれてくるよ。そう、これ衝撃的でしょ結構。これ見込まれよ。いや読んでへんやんそれ。読む気やってん。さそれをどうやって能力を伝承するかっていうと、前任者を簡単食べるだけ、捕食するだけでその能力手に入るんですよ。前任者を？なかなかえぐい。そう、じゃあ白ひげ死んだ瞬間に心臓をバクって食べたのかもしれないし。確かにマントのね黒い膜の中に何のこんなのか分からんからね。そうだからそれはちょっと分かんないし、それいずれ分かることだと思うんだけども、伝承する方法が黒いマントの中には隠されていたわけで、それと同じようなことをベルとチャカもやったんじゃないかと。要はグルメってことですね。そうまさにね、悠々白書で言うたらね。そうなった場合、アラバスタ編で引き継がれる理由も納得できるし、白ひげのグラグラの実が黒ひげに移った理由も分かるし、おまけにパンコアハザード編でスマイリー分かる？分かる。そう、シーザーの実験のね、近くのリンゴに能力が宿ったのも分かるし。なるほど。そうドフラミンゴがもしこの情報を知っていたらメラメラの実をマリンフォード付近で手に入れてだとかありえるのかな。確かにたまたま俺が持っとったフルーツにメラメラが移ったわ、持って帰ろうみたいな感じかもしれないですもんね。そうじゃあ話を元に戻すんだけど、和の国には古代種が継承され続けていて、イーストブルードーン島周辺ではゴムゴムの実が継承されているのではってなるわけ。確かに、とかだったらシャンクスが風車村を拠点にした理由はゴムゴムの実を探すためでほぼ確定する。そしてゴムゴムの実の前任者がイーストブルーで亡くなった誰かになるというふうに推測できる。だ少なくともねスケッチがあるってことは誰かはその実を見たことがあるってことやから。そうでね、ゴムゴムの実って一見外れっぽいじゃん。外れっぽい。どうせだったらゴロゴロの実とかね、オペオペの実欲しいやんか。欲しい。でもゴムゴムの実っていうマイナーなものを探すところが多分ポイントで、でもゴムゴムの実の重要性をシャンクス一行は絶対知ってるから、それがイーストブルーの風車村付近にあるぞっていう状況の中で来てた。で1年かけてやっと探してルフィが食べちゃう。貴重なゴムゴムの実の能力者が金塊の主に食べられそうになった。だから片腕を犠牲にしてまでゴムゴムの実の能力を守ったんじゃないかと。いかがでしょうか今日の説は。ゴムゴムの実の前任者気になるし、確かにすごい重要な実であることはもう間違いないんでね、主人公の実なんで。そうだから時々の実ってほんとチート級に強いっていうか強い違反ですよね。違反。そうそれに対してゴムゴムの実っていう一見ちょっと外れっぽい能力ってすごい差があるんですよ。でもこの2つが絶対に重要になることはもう間違いないと思っていて、それをついて今までちょっと喋れてなかった考察を今日まとめたんでね、悪魔の実特集としてお話ししたんですけど、どうでしたでしょうか皆さん。面白かった、楽しかったってしてます。高評価してください。お願いします。そして高評価が3000以上いきましたら次のね悪魔の実に関するまとめや考察を喋っていこうと思いますので、楽しみだっていう人はチャンネル登録と通知オン、ベルマークだけ押してください。お願いします。よろしくお願いします。いやジョイボーイターミネーター説めちゃくちゃ面白かったな。ターミネーターと言ってへんねんけどな。アイルビーバックということでね。機械ではないやろしな。機械かもしれない。フランキーみたいなやつの可能性まだあるよ。俺さってちょっと冷めんねん。はい、ということで皆さん楽しんでいただけたら幸いです。それでは本日もありがとうございました。はい、それでは See you バイ。日本投稿楽しんでね。今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか。なんなんいきなり。でもしてね。そうそう、LINE スタンプリニューアルしたぞ。 Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前は小焼きチャンネル。